日本短い昔話。今日のお話はお蝶々め蝶々。昔々沖縄がまだ琉球と呼ばれる国だった頃のお話です。琉球の王様にはつゆ姫様というそれは美しい娘がいました。大変美しいお姫様なので、あちらの国からもこちらの国からもぜひうちの王子様のお嫁さんになってくださいと申し込みがたくさんありました。けれどつゆ姫様はすべての申し込みを断ってしまいます。そうこうしているうちに姫も21歳になって、王様もだんだん心配になってきました。どこかにいい婿でもいないものかな。そんなふうに頭を悩ます毎日です。ところで王様には大変忠実な家来がいました。この家来が80歳になるまで子供が一人もいなかったんですね。で、80歳になった年に初めて奥さんとの間に男の子が一人生まれます。家来はその子に梅顔という名前をつけて大変大事に育てました。梅顔が13歳になった年といいますから、家来はもう93歳です。この家来、本当に王様に対する忠誠心の厚い男でしたが、さすがに93歳ともなると仕事がちょっと辛くなりました。そこで息子の梅顔に、これからはお前が王様に仕えるのだよ。そう言い聞かせて城に上がらせることにしました。こうして梅顔はお城で働くことになったのですが、その姿を見たつゆ姫様はびっくり。梅顔は大層な美男子だったんです。それで今までどんな王子様に求婚されても心が動かなかったお姫様は、もう梅顔のことばっかり考えるようになってしまって、ある日とうとう私のところに会いに来てくださいと手紙を書きました。それを次女に持たせて梅顔に渡したんですけれど、梅顔は13歳です。まだ幼い少年だったんです。それで女の人からもらった手紙を何にも考えないで人前で開けてしまうんですね。そうしたら周りで働いている同僚たちが、こいつつゆ姫様といい仲だぞ、そう言ってもう大騒ぎ。城中どころか国中にもう知れ渡っちゃうんです。梅顔はお姫様といい仲だぞ。それは王様の耳にも届くんですけれど、こんなに噂になってしまったんだったらもういいじゃないか。姫と梅顔を添い遂げさせよう。なんせ梅顔はあの家来の息子だから家柄も申し分ない。これはいいぞ。そう思った王様は家来のところに使いをやって、どうか梅顔をわしにくれないかと言いました。それを聞いた家来はすっかり震え上がって、これはきっと王様が梅顔をお手討ちになさるつもりに違いない、そう思い込んでしまうんです。けれど80になってやっと授かった息子ですから、たとえ王様とはいえ他人に殺されてしまうのはあまりにも忍びないと考えました。そこで梅顔を呼んでこう言います。お前はお姫様に恥をかかせてしまったのだから、命をもって償わねばならない。そこへ直れ。わしがこの手で成敗してくれる。そして刀を抜いてスパッ、梅顔の首を切り落としてしまいました。そして家来は梅顔の首を持って王様の前に参上し、どうかこれでお許しくださいませ。そう言って首を差し出しました。それを見たお姫様は真っ青になって、ああと言ったまま、もうパタンと倒れてしまいます。王様もびっくり。こんなつもりじゃなかったのに、わしはただ姫の婿にと思っただけだったのに。けれどどんなに悔やんでももう遅いのです。梅顔は首だけになってしまったのですから。王様は考えました。たとえ行き違いによるものだとしても、人様の子供を死なせてしまったのだから、自分の娘だけ城に置いておくなどという真似はできない。
それで大きな木をくり抜いたうつぼ舟を作って姫を船に乗せて海に流してしまうことにしました。姫はどうか梅ヶ尾様の首だけは私にくださいませ。そう言って大事に梅ヶ尾の首を抱いて船に乗り込みました。姫を乗せたうつぼ舟はあちらの島やこちらの島に寄りながらとうとう14年間も海を漂い続けました。不思議なことに梅ヶ尾の首は少しも腐らず生きていた時のままでした。ある日、姫のうつぼ舟が海賊に襲われてしまいました。海賊のお頭は姫が生首を大事そうに抱いているのを見て、なんて気持ちの悪い女だろうと思います。そして姫の命乞いも聞かずに刀を抜いてスパッと切り殺してしまいました。するとどこからともなく蜂の大群が飛んできて海賊のお頭を包み込んだかと思うとやたらめったらに刺してとうとう殺してしまいます。海賊の手下たちはこれは大変なことをしてしまったかもしれないと思い、姫の亡骸と梅ヶ尾の首を近くの島に運びました。そして島の人たちに手厚く葬ってやってほしいと頼みました。島の人たちは大きな桑の木の下にお姫様とそして梅ヶ尾の首を埋めてやりました。翌年の春になるとその桑の木に見たこともない白い芋虫がいて桑の葉を食べていました。やがてその芋虫は白い繭を作ってその繭の中から蝶になって飛び立ちました。島の人たちはきっと姫と梅ヶ尾がこの蝶に生まれ変わったのだと思い、二人がいつまでも幸せに暮らせるように島中に桑の木を植えました。やがて虫は蚕と呼ばれ、島の人たちは蚕が作った繭から絹糸を取るようになりました。蚕は大事に飼えば幸せをもたらしてくれる虫ですが、もし悪い心でいじめたり殺したりするようなことがあったら、あの海賊のお頭のようにひどい目にあって死んでしまう、そんなふうに言い伝えられています。とっぴんぱらりのぷ。